皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。朝晩だいぶ冷え込んできましたが、それでもまだ10度から13度とそこまで寒くないですが、たまに10度以下になる日も出てきています。それでも日中も18度から21度とまだまだ暖かいので、紅葉もそれほど進んでいないようですが、その中でもひときわ赤く紅葉している多肉を今日はピックアップしてご紹介していきたいと思います。今回は8種類の多肉をピックアップしてきたんですが、まずはこのレッドスーパークローンから見ていくことにします。今年初めて我が家にお迎えしたばかりですが、夏顔の緑から一気に赤く紅葉してきましたね。これからまだまだ赤く紅葉しそうなので目が離せない多肉です。そしてお次は隣のアイススワン。この子も葉のエッジから赤く紅葉してきて、見た目も可愛いんですが、実は名前で買っちゃったんですよね。増やしたくて葉差しをしていたんですが、夏の暑さにやられてダメにしてしまったのがとっても残念です。今のうちにまた葉差しをもいでおこうかな。そしてお次はこのロビン。夏は少しくすんだ赤になってしまっていましたが、寒さが増すにつれて徐々に澄んだ赤が戻ってきました。そして今までは水を少し切り気味に育てていたので、外葉をかなり枯らしているので、これから少しでも大きくなるように育てていきたい多肉なんですよね。そしてお次はこのエボニー。エボニーもたくさん育てていますが、この子は庭に置いてあるエボニーです。そしてロゼットの裏側と表側、日当たり具合でこんなに紅葉にも差が出るんです。もともと赤い多肉もいますが、日当たり次第で多肉はどんどん紅葉してくれるというのがこれでよくわかりますね。多肉の置き場所問題もあるとは思いますが、たまに鉢の向きを変えてあげるだけで多肉もより可愛く紅葉してくれます。日当たり具合が違うベランダのエボニーとの紅葉の差も気になるところです。お次はこの虹の玉。夏に本当にボロボロにして悲惨な姿にしてしまったんですが、カットして可愛いとこ取りした虹の玉も赤く紅葉してきました。この小さくてつぶつぶした葉がつやっつやに赤く紅葉する姿はとっても可愛いんですよね。昔から大好きな多肉で、この虹の玉との出会いから多肉を育てる楽しさを知りました。そしてこのルドルフ。実はこのルドルフは葉差しっこです。親株はというと、夏蒸れてバラバラになってしまい、そのバラバラになってしまった葉を葉差しして育ったのがこのルドルフなんです。ちなみにこのルドルフはそのさらに2代目になります。このルドルフは夏になると本当に濃い緑になるので、秋になりだんだん赤く紅葉して色づいてくると、初めて育てる方はきっと驚くこと間違いなし。そしてお次はこのデザートローズ。親株の根元でこぶいていたものを株分けしたものになります。葉先が丸く大きな葉ですが薄葉で、この葉がまるで蝶のようでとっても可愛いんです。増やしたいけどなかなか小株が出ないなんて方は、胴切りでも増えるので、小ぶくのを待つよりもスパッと胴切りをおすすめします。ここで親株も気になるのでちょっと見ていこうと思います。葉に白い粉をまとい、
これぞ親株の貫禄といった感じでしょうか。この株も親株同様にたくさんこぶいて立派な貫禄のある親株に育ってほしいです。そして最後はこの菜器。全体的に葉を焦がしてしまいましたが、1年でここまで綺麗に復活してくれました。もともとベランダで育てていたこの菜器ですが、ベランダよりも庭での環境が合っていたみたいですね。今年は無事に夏越しもできて、しかもこんなに綺麗に復活までしてくれて、いいことずくめの菜器でした。この綺麗なロゼットをキープしながら、これからの紅葉も楽しみたいと思います。紅葉多肉をご紹介していきましたが、まだ時間があるので、このように下葉が落ちて茎が少し伸びている多肉って気になりませんか？特にこのようにビニールポットに植えている苗なら手直しも簡単。ポットを軽く揉んで土を柔らかくしてから、茎をピンセットで軽くつまみ、左右に振りながら葉が土に触れるぐらいまでしっかり土の中に茎を引き込んでいきます。引き込んだ後は周りの土をなじませて、これで手直しの完了です。あっという間に簡単に手直しができるので、もし茎が伸びてちょっと見栄えが悪いなって思った苗があれば、試しにやってみてくださいね。ここでリスナーさんから届いた素敵便をご紹介していきたいと思います。まずはこのリトルビーガーデンのロゴのピック。とっても可愛いですよね。見た瞬間もう一目惚れ。そしてもう一つ、雫型のチャームがついた素敵なキーホルダーで、これも大切に使わせていただきます。最後に一緒に入っていたこのペンチ。これピンセット代わりに使うととっても便利ということで一緒に入れてくださいました。このペンチはこれからの多肉のお手入れに使っていこうと思います。素敵なプレゼントをありがとうございました。多肉の他にもバジルやミント、イタリアンパセリなどハーブも育てていて、ナチュラルライフを楽しんでいます。最近いただいたサラダほうれん草の苗を植え替えて、収穫を楽しみにしているところです。そろそろ多肉も冬支度。寒さに弱い種類もあるので、寒さに弱い多肉は早めに室内管理に切り替えた方が安心かもしれませんね。我が家では天気予報で最低気温をチェックしながら、ハウスにビニールをかける時期をいつにしようかと考えているところです。このドドランタリスもやっと目を覚ましてくれましたね。小株を外して株を増やしておくのもいいかも。ちなみに小株ちゃんまだ寝ている子もいるんですけどね。はい、ということで今日は庭で赤く紅葉していて目につく多肉を8種類、そしてその他にも多肉のちょっとした仕立て直しの仕方などをご紹介していきました。いかがだったでしょうか。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。